はい、皆さんこんにちは。7回目の基本味応答ですね。味覚センサーのですね、5つの味への応答に関してご説明します。はい、これまさしく味覚センサーですよね。味覚センサーですよね。これ日本人が発明した味覚センサーですね。電極ですね。この通り脂質高分子膜という人間の舌ですね。人間の舌の、細胞膜、生体膜を模倣したものですね。はい。でこれは、このような脂質膜の構成成分を表してまして、このようにこれ8通りですかの、膜が準備されてまして、このような脂質と可塑剤が異なっています。脂質と可塑剤といったものも違うし、ものによっては脂質が同じであってもその量が違う、その分量が違うといったことで使い分けているわけでございます。はい。それでこれがこれらの、センサー電極、受容膜の応答です。横軸が味物質の濃度、縦軸センサー出力で、これミリボルトですね。はい、ご覧ください。CPA ですね。これ CPA の値ですね。気に入りの値は、気に入りに関する音はですね。で、膜が BT0 というのは苦味用の膜、CA0 は酸味用の膜、AAE はうまみ用の膜、CT0 ですか、GL1 はそれぞれ塩味と甘み用の膜ということで、物の味に応じて対応して膜が作られているということですね。ここでは苦味だけが CPH で後味測定をしてますね。はい、結果でございます。このように苦味、酸味、うまみ、塩味、甘みと応答が、各々のセンサー電極で異なっているということがまずお分かりいただきます。それからもう一つ、濃度の対数ですね、ログスケールですねに対して線形というか比例してますね。わかりますね。濃度の対数に対して比例。これは私どもの聴覚とも一緒ですね。聴覚は3桁ぐらいの音の違いですね。その違いでその音の工程を人間は聞き分けてますよね。でもそれは1000倍音が強くなったかといって、僕ら1000倍も音が強くなったとは感じないですよね。これと一緒です。ということでありまして、このように3桁味の物質の濃度が変わっても3桁ものなんていうか濃度の違いと申しますか、味強度の違いは感じないように人間はなってるわけですね。このようにです。比例計算ですね。比例してますね。それから次にですね、このようにセンサーの域値ですね。応答の域値、これ域値と言いますね。応答の域値が一つ一緒です。つまり苦味とか酸味に関して一番濃度が低いところから応答する。それから甘みに関しては濃度が高いところを応答するというのは、まさしくこれは味の特徴ですよね。はい、もう第1回目に終わらしましたかね。このように甘みというのはエネルギー源だからいっぱいいっぱいいっぱい欲しいから域値ができるだけ高いですね。それから苦味は毒だからできるだけあまり欲しくないから域値が低い。酸味も同じように毒物みたいなものだ、腐敗のシグナルだから域値が低いといった感じで、このように非常に合目的的だし、生物も目的に沿ってるし、味覚センサーもそういうのを合わせているわけでございます。それではこのような受容膜は一体何がどう違うのかということをちょっと今から苦味とそれから塩味に関してだけ見てみましょうね。実はこれですね、使っている脂質は同じなんです。これ苦味の膜です。苦味の膜、これイソアルファ酸という、これはホップですね。ビールの苦味成分ですね。はい、ということでありまして、これをご覧ください。次に今度は塩味をしますよ。ほら、わかりました？同じ脂質でしょ。もう一回戻しますよ。はい、これ苦味、苦味、次塩味。はい、ほら、わかりますね。同じ脂質だけども脂質の量が圧倒的に違う。つまり塩味用のセンサーの場合には脂質がいっぱい入ってる。で苦味用の、受容膜の場合には脂質が少ない。同じ脂質ですけどね。で結局でこれが入れることは何かというと、これって電荷を持った脂質ですから、静電荷を持った脂質ですから、このように脂質が多いほど実は浸水性、水によくなじむ。それから苦味用のものはこの脂質の量が少ない。したがって疎水性なんですね。相対的に言うとね、疎水性なんです。まとめますね。苦味用のセンサー受容膜は疎水性で、このように塩味用のセンサー受容膜は浸水性。さあでこれが味とどんな関係があるのでしょうかが次のスライド。はい、横軸疎水性、浸水性、縦軸がイオンを持ってるか持ってないか。はい、大体苦味物質のほとんどはですねの多くは疎水性なんですね。実は苦味物質っていうのは結構疎水性です。でもちろん
もちろん塩味中のナトリウムのようなイオンですね。したがって親水性。わかりますね。以上がだから結論です。疎水性の物質である苦味に対しては疎水性の膜を準備した。それから親水性の塩味に対しては親水性の膜を準備したということです。これで味の識別がつくということでございます。で、実際にこれは味覚センサーです。まさしく味を測るセンサー。そう、味を測るセンサー。わかりますね。キニーネ、セチリジン、ヒドレキシジン、ブラミキシン、全部苦い。ほら、この苦味用のセンサーはそれ以外の味には応答してない。苦味にしか応答してない。ほら、まさしく苦味用の。人間もそうです。人間の味細胞、味細胞には苦味にしか応答しない味細胞、酸味にしか応答しない味細胞といった形で、全部じゃないですけどね、多くはそのような進化分離をしております。はい、一緒です。一般に苦味は実は薬なんですね。薬物でしてね、例えばセチリジンというのがありますかね、はアレルギー性鼻炎とかですね、ロペラミドは下痢の薬とかいったもの、大体一般的にはまさしく良薬口逃がしで、これが化学物質でなんとなく六角形が多いですかね。だから疎水性なんですかね。はい。それでじゃあ人間が苦いと思う、本当に苦いと思うものに関してはどんな感じの応答なのというのがこの結果ですね。ご覧ください。翌軸官能値というのは人間の感覚です。人間が苦い、どれだけ苦いかといった試験をしたんで、1番2番3番4番5番ってね、ランク付け。縦軸がセンサー出力で、これがミリボルトですね、電圧値ですね。で、ご覧ください。人間が苦いと感じる塩酸ロペラミドに関してはセンサーの応答が大きい。それから人間が苦くないと思うところのアンプロキソールというんですか、これに関してはほとんど応答しない。はい、この事実からもこの苦味センサーがまさしく人間の感じる苦味を再現している。しかもそれ以外の味には応答しない。しかも再現性が、そうそう、ここにエラーバーと申しますか、ここに実験誤差が入ってます。これをご覧ください。もうこのエラーバーがこれ実験の誤差なんですけども、人間はこんなに幅がある。人間ってこんなに幅が大きいんですね。もう本当に人間の感覚って曖昧ってことよくわかりますね。誤差が大きいってわかる。センサーをご覧ください。ほら、ほとんどこのエラーバー、この誤差が見えないでしょ。センサーの再現性がものすごくいいんですね。ということから分かります通り、まさしく人間の感じる味覚を人間以上に鋭敏に精密に数値化できるのが味覚センサーということでございます。ということで今日はちょっと苦味の話に一旦止めました。はい、今日は以上です。